はい、どうもこんにちは、ともにジャパンです。このチャンネルでは船旅をメインに日本各地のちょっと非日常な旅の魅力をお届けしています。今回の動画は商船三井サンフラワーのサンフラワーパールに乗船して、ここ大分から神戸へ向かう春の船旅となります。ちなみにこの動画は先週公開されたサンフラワー紫の動画の続きとなっておりますので、ぜひ前編のサンフラワー紫もご覧ください。ということで、私が今いるこの場所は JR 大分駅。ここから歩いて大分港まで向かいます。もちろんバスで大分港まで向かうこともできますが、まだ乗船時間まで時間が結構あるので、歩いて向かおうかなと思っております。ここから大分港までは徒歩でおよそ30分くらい、ゆっくり歩いても40分くらいには到着できるかなといったようなイメージになります。大分港までの道のりは住宅街を抜けていくような感じとなりますので、動画としてはね、ちょっと地味な絵面にはなってしまうんですけれども、港に近づくにつれて海風がふわっと感じられてきて、船が近いぞってテンションが上がってきてしまいますね。道順も私は Google マップを使っているんですけれども、スマートフォンで調べたマップ通りに進めば OK なので、香港音痴でも安心して大分港にたどり着けるんじゃないかなと思います。ということで、テクテク歩いて大分港を目指していきましょう。はい、到着いたしました。サンフラワーパールが停泊する大分港です。すぐ目の前には今回の船旅でお世話になるサンフラワーパールの姿がドーンと構えています。トラックなどの車両を搬入するために開いている大きな口が遠くからでもインパクト抜群ですね。こちらのサンフラワーパールが就航したのは約17年前の2008年。全長は 165.5 メートル、総トン数は 11,177 トン、旅客定員は748名、トラックは147台、乗用車は75台まで積めるという、まさに動く巨大ホテルです。出発までまだ時間があるためか、この時間はまだ人も少なくて静かで落ち着いた雰囲気をしています。フェリーの周りをゆっくり歩いたり、私のように動画を撮影したり写真を撮影したりするには絶好のタイミングです。船体にはサンフラワーおなじみ、大きな太陽のロゴマーク、こちらも非常にインパクトがあります。サンフラワーパールの出港は今から約4時間後。この船の中で一夜を過ごし、神戸港まで約11時間の船旅。展望デッキから夜の海や朝の海を眺めたり、船内を散策したり、もうね、想像するだけでワクワクしてきますね。それではターミナルの中に入っていきましょう。現在の時刻は午後3時30分。乗船は6時20分頃を予定しておりますので、ターミナルの中はまだガラガラです。ターミナルの中に入ってすぐのところが受付カウンターになっているんですけれども、スタッフの方以外はほとんど誰もいなくて、静けさが逆にちょっと心配になるレベルですね。ターミナルはここ1階が受付カウンターになっており、待合室は2階になっています。早速階段を上って2階の待合室に向かってみましょう。2階の待合室はとても広々としていて、ちょっと古い建物なんですけれども清潔感もバッチリです。待合室にはサンフラワーのチラシのコーナーもあるので、フェリーに乗るんだなっていう気分をじわじわ高めてくれます。椅子もたくさんあるので、私みたいに早めに来てのんびり乗船時間を待つというのにも適している、ぴったりな空間じゃないでしょうか。ちなみに設備としては自動販売機コーナーと喫煙室ぐらいなので、売店等は特にないので、人によっては注意が必要かなと思います。とは言っても、このターミナルからすぐ近くのところにドラッグストアもありますので、必要なものがあればそちらのドラッグストアで購入をすることができます。ちなみにこの待合室はガラス張りになっておりまして、非常に光がよく入り、外のサンフラワーパールもよく見えるのが嬉しいポイントです。この時は非常に静かなんですけれども、あと 2,3 時間後にはね、一気に人で溢れ返るのをこの時の私はまだ知りません。ということで、のんびり静かな大分港フェリーターミナル、今のうちにしっかりと楽しんでおきましょう。
あっという間に時間が経過し、ついに乗船開始の時刻になりました。先ほどまでの静けさが嘘のように、ターミナルの中は非常に混雑しています。春休みパワー、恐るべしですね。学生さん、家族連れ、旅行バッグを引いた人たちが一気に集結して、賑やかそのもの。それでも不思議とみんなウキウキしている雰囲気があって、それがまたいいんですよね。これから旅が始まるぞっていう空気感、ちょっとテーマパークっぽい気がします。スタッフの方にチケットを見せて乗船ゲートを通過します。短い連絡橋を渡り、サンフラワーパールへ、いざ乗船です。船内に入ったら、まずは今回予約したお部屋、ツーリストへ向かいます。部屋へ向かう途中、エントランスホールやプロムナードを通過しますので、本当はすぐにでも船内を散策したい気持ちがあるのですが、ぐっと抑えて部屋へ向かいます。ということで、今回予約したお部屋に到着いたしました。今回の船旅では、こちらの5805という大部屋を利用させていただきます。早速中に入ってみましょう。こちらのツーリスト、いわゆる雑魚寝タイプの大部屋になるんですけれども、ちゃんと個人のスペースが区切られていて、思っているよりも居心地がいいのが特徴です。今回の大部屋は最大で9人の人が利用できるようです。今回の船旅ではこちらの4番のスペースを利用させてもらいます。それではチャンネル恒例の部屋紹介。マットレスはサンフラワーのロゴマークがついている少し薄めのマットレス。枕は十分な厚みがあります。他に利用できるのはシーツと掛け布団だけという非常にシンプルなものになっております。ハンガーは1人につき2つずつ。上のスペースには荷物を入れることができるようになっています。この時私が使っているリュックサックが確か40リットルを収容できる大きなリュックになっているんですけれども、そのリュックがぴったり入るぐらいのサイズですね。ここ一つ注意点なんですけれども、コンセントのタイプが通常のコンセントではなくて USB 端子になっているので注意が必要かなと思います。ということで無事にベッドメイキングが完了いたしました。仕切りのカーテンは少しだけなんですけれども、横に人が来ても割と気にならない感じですね。雑魚寝って聞くとちょっと落ち着かないかもっていう風に心配になる方もいるかもしれませんが、個人的には全然ありかなという風に思います。ちなみに今回のお部屋には空気清浄機もあるので、匂いの対策もバッチリですね。さて、お部屋のチェックが終わったら、次はいよいよお楽しみの船内散策タイムです。サンフラワーパールは少し古めのフェリーではあるんですけれども、昨年2024年にパブリックスペースの改装等のリニューアルを実施しているので、あまり古さというのは乗っていて感じることはありません。旅客エリアはここ5階から7階までとなっております。そして今いるのはエントランスホール。5階と6階が吹き抜けになっている高い天井にすっきりしたデザインの階段。おしゃれで洗練された雰囲気があって、ここ本当に船の中ってなるぐらいです。このエントランスホールには案内所が隣接しているんですけれども、そのさらに隣のスペースには船内ショップがあります。ちなみに案内所ではこういったように天気の情報だったり大浴場の情報を掲示してくれています。それでは船内ショップの中に入ってみましょう。ここ結構充実しているんですよね。飲み物だったりお菓子というのはもちろん販売しているんですけれども、その他にも旅行中につい欲しくなるような日用品だったり、サンフラワーのオリジナルグッズも販売しております。私は船旅で絶対に購入するものが一つだけあるんですけれども、皆さん何かお分かりでしょうか？もうね、私の動画を何回も見てくださっている視聴者の方にはもう丸分かりだと思うんですけれども、購入するのはこちらの5000円です。船内ショップのカウンターで無事に購入することができました。売り切れるなんてことはなかなかないかなと思うんですけれども、数に限りがあるようなので、早めのタイミングで購入するのがおすすめです。船内ショップの隣には自動販売機コーナーもありまして、飲み物だったりアイス、あとは船旅のお供であるカップヌードルなんかもこの自動販売機コーナーで
購入することができます。結構船内ショップの営業時間がまばらなことがあるので、こういったいつでも買える自動販売機というのは何気に便利だったりします。他にも船内には赤ん坊を連れているご両親に嬉しい人気のキッズルームもあるので安心です。そしてフェリーといえばおなじみになりつつあるゲームコーナーももちろんあります。サンフラワーパールのゲームコーナーは他のフェリーと比べてもとても広い作りになっておりまして、スロットだったり、あとは UFO キャッチャーもあるので幅広い年齢層楽しめるかなと思います。さらに奥に進むと見えてくるのがこちらのレストランです。レストランはまた後ほどご紹介をしようかなというふうに思います。もちろん船旅には欠かせない大浴場やマッサージチェアもありますのでご安心ください。ちなみにマッサージチェアの利用料金は15分につき200円となっております。また鍵付きのコイン返却式ロッカーもありますので貴重品の管理も安心できるかなと思います。さて今度は船内から外へ展望デッキへ出てみましょう。展望デッキへ出てみると思ったよりも多くの人がいて、出港の瞬間を今か今かと待ちわびています。春の夜風が思ったよりも強くてちょっとびっくりしているんですけれども、これがまた旅をしている感覚を引き立ててくれるんですよね。少し暗くて見にくいんですけれども、展望デッキにはいくつかベンチの方が用意されているので座りながら出港の様子を眺めることができます。このサンフラワーパウルは6階と7階に展望デッキがあり、中央には赤く大きなファンネルがそびえ立っております。5階のデッキには船の設備があるんですけれども、残念ながらそちらの方には我々一般人は立ち入ることができません。そちらで働いてくれているスタッフの方々を見ることができるんですけれども、本当に感謝しかないですね。いつもありがとうございます。展望デッキからは大分港の様子をバッチリ見下ろすことができます。どうしても夜なのでちょっと見えづらさはあるんですけれども、それでも港だったり街の照明というのがすごい幻想的に見えているなといったような印象です。そんな感じでしばらく展望デッキを堪能していると、低くうなるようなエンジンの音が響いてきて、船体がゆっくりと動き出してきました。そう、大分港を出港します。夜風とともに始まる約11時間の船旅、いよいよ始まりです。毎回同じことを言ってしまっている気がしないでもないんですけれども、やっぱりこの出港の瞬間というのはどうしてもテンションが上がってきてしまいますね。ということで大分港からの出港の様子をお楽しみください。さて出港の様子をお楽しみいただけましたでしょうか。動画を通して少しでも船旅の様子をお楽しみいただけると私自身とても嬉しく思います。春とはいえ夜風で少しずつ体も冷えてきてしまったので船内へ戻っていきましょう。ということでお腹も空いてきましたのでプロムナードを抜けてレストランへ向かっていこうと思います。少し前まで大混雑していたんですけれども、だいぶ空いてきた印象ですね。タッチパネル式の券売機でチケットを購入してレストランの中へ入っていきましょう。ちなみに料金は大人1人2000円になっております。レストランの中は空いているとまではいかないんですけれども、座席はところどころ空きがあるように見受けられます。おかげさまで少し広めに座席を確保することができました。サンフラワーパールのレストランはバイキング形式となっておりますので、早速料理を取りに行きましょう。バイキングで一番最初に見えてくる料理がこちらのローストポーク、そして大分県名物の琉球という料理。他にもさすがサンフラワーのバイキングと言わざるを得ない豊富なメニューの数々。洋食から和食まで幅広く揃っていて、まさに誰でも何かしら食べたいものが見つかる安心の布陣となっております。もちろんドリンクコーナーもあり、ソフトドリンクは飲み放題となっておりますが、
アルコールだけは別料金となっておりますのでご注意ください。その他にもデザートコーナー非常に充実しております。これはね、もうデブになってしまうその一言に尽きるでしょう。ということで無事に料理を取り終えることができました。なんかね、茶色が目立っているんですけれども、そこはもうバイキングなのでね、目をつぶっていただけると嬉しいです。ちなみに割り箸はサンフラワー仕様となっております。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。どの料理もとても美味しかったんですけれども、特に大分県名物の琉球、とても美味しかったですね。また食べてみたいです。食器を返却してレストランを出るというわけではなく、2週目のデザートを取りに行きましょう。ということで無事にデザートも取ってきました。もうね、あえて言う言葉はありません。いただきます。はい、ごちそうさまでした。もうね、お腹がパンパンの状態でございます。船旅の後は毎回体重が少し増えているんですけれども、今回も家に帰った後の体重測定がちょっと怖いですね。とはいえやっぱりね、視聴者の皆様に少しでも船旅の魅力を伝えたいというところで、バイキングの方はね、毎回たくさん食べさせていただいております。そんな言い訳も終わったところで、私がやってきたのは仙台ショップ。こちらで夜食の炭酸水とお菓子のホイフルですね、購入しております。いやー、めっちゃお腹いっぱいだったはずなんですけれどもね、なぜだか食べたくなってしまう。それがお菓子と炭酸水ということで、購入した後は6階の後方にある展望デッキの前ですね、ちょっとしたスペースがありますので、そこでゆったりとリラックスしていこうかなと思います。今しがた通ってきたプロムナードは非常に混雑しているんですけれども、こちらのスペースはあまり人がいないので穴場となっております。気がついたらだいぶ時間が経っていましたので、6階の大浴場の方にやってきました。残念ながら中の撮影はできませんので、その点ご了承くださいませ。それではいざ大浴場へ。ということで無事に入浴が終わりました。たまたま偶然のタイミングなんですけれども、ちょうどお風呂を上がり終えたタイミングで消灯が始まりました。とてもいいお風呂だったので、本当はいつものようにね、公式サイトの画像を使ってお風呂の紹介をしたかったんですけれども、残念ながらね、公式サイトにお風呂の写真が1枚しかなかったので、今回はそういった紹介はなしとさせていただきます。ということで部屋の方に戻ってきたんですけれども、すでに部屋は消灯してしまっており、真っ暗な状態でしたね。最終的にこちらの大部屋は6人が利用しておりましたので、他の人を起こしてしまわないように自分のスペースへ向かいましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。時刻は朝5時50分ということで、神戸港への到着は残り50分ほどといったところでしょうか。早朝ではあるんですけれども、こちらのプロムナードでは思ったよりも多くの人が朝の船旅を楽しんでいる様子がわかります。すでにレストランで朝食の営業も始まっているんですけれども、私はまだちょっとお腹があまり空いていないので、レストランはちょっと遠慮をしておこうかなと思っております。ということで、まずは6階に向かい展望デッキへ出てみましょう。まだ日が昇りきっておらず、若干寒さも残っております。このチャンネルは昨年の12月から始まっておりますので、初めての春の船旅になるんですけれども、やっぱり春になると少しずつ日の出の時間が早くなってくるので、夜型の私にとっては若干辛い部分ではあります。一応朝方になるために早起きの練習というのはしているんですけれども、どうやらある程度遺伝子的に朝方夜型というのは決まっちゃっているみたいで、朝方になるのを若干諦めつつある、そんなお年頃のともにです。少し話はそれてしまいましたが、赤いファンネルを眺めながら朝の景色を楽しんでいきましょう。瀬戸内海を航海しているからですかね。やっぱり波がとても静かで揺れもほとんどないので、非常に過ごしやすい船旅です。少し奥の方にはなるんですけれども、波が立っているのが
このサンフラワーパールが通ってきた後だけというのがわかるかなと思います。そのまましばらく展望デッキで朝の雰囲気を楽しんでいたんですけれども、そろそろ部屋の片付けと荷物の整理をしなきゃいけないというところで、一旦船内の方に戻っていこうかなと思います。現在6時をちょっと過ぎたところなんですけれども、先ほどよりもプロムナードにいる人の姿がちょっと増えたかなといったような印象です。無事に部屋の片付けと荷物の整理も終わりましたので、今度はここプロムナードから水平線の景色を楽しもうかなと思います。およそ10分ぐらいですかね、プロムナードで水平線の景色を楽しんでいたんですけれども、どうやら少しずつ神戸の街が近づいてきているぞというところで、今一度展望デッキの方に戻ってきました。さすが日本有数の港である神戸港。遠くに見えている赤いクレーン、これガントリークレーンって言ってコンテナを船に乗せるときに使うクレーンなんですけれども、そのクレーンの数も非常に多いですね。ふと上を見上げるとファンネルから煙が吹き出ていて、非常に迫力を感じます。少しずつ早朝の神戸の街の姿も見えるようになってきて、いよいよ到着が近いんだなって実感をしてきます。神戸港への到着が近いためですかね、デッキで作業員の方も働いてくれていました。少しずつサンフラワーパールが湾内に入っていきます。今ちょうど岸に赤い橋のようなものが見えていると思うんですけれども、おそらくあの辺りに着岸をするのかなといったところです。ここまで湾内に入ってくると、さすがに神戸の街並みもくっきり見えてきますね。ということで、サンフラワーパール神戸港への到着の様子をお楽しみください。出発の時もそうなんですけれども、やっぱり到着の瞬間もとてもワクワクしますね。船がゆっくり近づいていって岸にぴったりとくっつくあの感じ、運転めっちゃ上手ってつい心の中で拍手したくなっちゃいますよね。ということで無事に神戸港到着いたしました。大分から神戸まであっという間の船旅ではあったんですけれども、とても充実した素晴らしい時間を体験することができました。それでは下船に向けて一度船内の方に戻っていきましょう。部屋に帰るとちょうど荷物の片付け整理をしている人が多く見受けられました。私はもうすでに荷物の整理、部屋の片付け終わっているので、このまま荷物を取ってプロムナードの方に向かいましょう。ということで今回の船旅、約11時間お世話になったこちらの部屋にお別れを告げて、いざプロムナードへ。でね、映像を見ていただいたらわかるかなと思うんですけれども、やっぱり春休み効果ですかね。改めて今のサンフラワーパールに乗船している乗客の数、とても多いんだなというふうに実感しております。乗船する船によっては港に到着してから実際の下船が始まるまで時間があったりするんですけれども、今回のサンフラワーパールはすぐに下船の方が開始されました。大分で乗船してきた時は4階から乗船してきたんですけれども、今回はこちらの5階の連絡橋から下船をしていきます。といっても連絡橋自体はすごい短いものだったので、すぐにターミナルの方に到着です。階段を降りて1階へ向かいます。私はまだこのサンフラワー神戸フェリーターミナルから乗船をしたことはないんですけれども、すごい立派なターミナルなので、今度乗船をしてみるときはまた詳しくこのターミナルの方も紹介できればなと思っております。でね、最寄り駅へのアクセスの方法なんですけれども、このようにバスがフェリーターミナルの方まで来てくれていますので、こちらのバスに乗車して最寄り駅まで向かうことになります。ということでバスに乗車していくんですけれども、案の定と言いますか、とても混雑をしています。実は私が今乗っているこのバスの他にも 3,4 台くらい同じバスが迎えに来てくれていました。その中でこの混雑ですからね、春休みパワー恐るべしです。肝心のバスの行き先についてなんですけれども、4つのバス停に到着することになっております。
到着する順に六甲ライナーアイランド北口、阪神御影駅、JR 住吉駅、そして阪急御影駅。今回私は JR 住吉駅でバスを降りることにしましょう。乗ってきたサンフラワー乗り場からはおよそ20分で到着することになります。料金は大人1人当たり230円。現金しか使えないので事前に準備が必要です。ということで無事にバスを降りることができました。それでは JR 住吉駅に向かっていきましょう。今回の動画はここまでになります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとした旅行の動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。